今日は卵サンドを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は卵サンドを作りたいと思います。今回作る卵サンドなんですが、中の卵はふわとろの厚焼き卵にしていきたいと思います。フライパンを使って卵を作るんですが、作業自体はね、だいたい10分ぐらいでパパッと簡単に作れます。卵をふわふわにするポイントなども一緒にご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。食パン、卵、お水、白だし、ケチャップ、ウスターソース、マヨネーズ、からし、お砂糖、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず食パンに関してですが、こちらは6枚切りの食パンを使っていきます。この食パンの厚みに関しましてはお好みのものを使用してください。そして卵に関しましては今回は L サイズの卵を使用していきます。そして今回卵の中に白だしとお水とお砂糖とあとはマヨネーズを加えていきます。マヨネーズを加えていただくと色味も良くなってふわっとした仕上がりになります。味付けは主に白だしで行っていきます。こちらの濃さに関しましては白だしもいろんな濃縮タイプがあるのでお好みで調整していただいて OK です。そして食パンの内側に塗るものなんですが、今回はケチャップとウスターソースを合わせたもの、あとはマヨネーズとからしを合わせたものを塗っていきます。こちらはバターなどで代用していただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず最初に食パンの内側に塗るソースを作っていきます。まずはケチャップですね。ケチャップとあとはウスターソースを合わせます。これをよく混ぜましょう。ケチャップソースはこれで OK です。続いてマヨネーズの方ですね。こちらはマヨネーズにあとはからしを加えます。もしお子様が召し上がる場合はマヨネーズだけでもいいかなと思います。マヨネーズソースはこれで完成です。今回和がらしを使用してますが、お好みで粒マスタードを使っていただくのもおすすめです。それでは続いて卵を溶きほぐしていきます。ボウルにまず卵を割り入れてください。そしてこちらをよく混ぜましょう。そしてよく混ぜたらここにお砂糖ですね。小さじ2杯です。ちょっと甘めにしてきますので、甘いのが苦手な方はね、入れなくても大丈夫です。続いてここに白だしとあとはお水を加えてください。水を加えていただくことで卵のタンパク質が緩んで卵がね、ふわっと柔らかい仕上がりになります。そしたらこちらをよく混ぜましょう。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい、OK です。このようによく混ぜてください。そしたら最後にですね、ここにマヨネーズを加えていきます。マヨネーズはこのまま入れてしまうとダマになってしまいますので、まずはじめにこのマヨネーズの方に卵液をほんの少し入れてください。そしてこちらをよく混ぜます。そしてマヨネーズを少しずつ伸ばしていきます。そうすることでダマにならずね、綺麗に混ぜることができます。よく混ざったらまた少し加えてください。一度に入れちゃうとね、こちらもダマになる原因になるので、少しずつ伸ばしてください。またちょっと入れます。そして混ぜます。もう少しかな。だいたい卵液と同じぐらいのね、シャバシャバ具合にしてください。このぐらいになれば OK です。そしたらこちらの卵液に戻し入れましょう。そしてよく混ぜます。卵の準備はこれで OK です。そしたらですね、卵を焼く前に食パンに先ほど作ったソースを2つ塗っていきます。まず片方にケチャップソースですね。こちらを塗りましょう。はい、このように塗ってください。そしてもう片方にはマヨネーズソースを塗っていきます。このようにですね、パンの内側に油分などを塗っていただくとパンに具材の水分が染み込みにくくなります。はい、 OK です。このように塗って準備しておいてください。食パンに関しましては乾燥しやすいので、使うまでね、上にふんわりラップをかけておくといいかなと思います。食パンの準備はこれで OK です。そ
それでは卵を焼いていきます。まずフライパンにサラダ油です。今回はね、手軽にサラダ油を利用してるんですが、こちら米油やあとはバターなどを使っていただいても OK です。そしたら火にかけます。火加減中火です。一度ね、サラダ油フライパン全体に広げてください。そして中火でこのまま30秒ほどですね、フライパンを温めてください。ちなみに今回使っているフライパンの大きさは直径24センチのフライパンになります。こちらは目安にしてみてください。はい。で、30秒ほど温めたら卵液を一度に入れてください。火加減弱めの中火ぐらいで OK です。これで固まってきた部分からこのように混ぜてください。そして半熟の卵をまず作っていきます。縁の部分から固まってくるので、縁のところからこそぎ取るように混ぜてみてください。慣れてない場合は弱火でね、ゆっくりやっていただいてももちろん OK です。これでよくね、混ぜながら半熟卵を作っていきます。はい。で、このようにね、プルプルっとした状態にしてください。そしたら一度このまま加熱して底の部分を焼いていきます。火加減中火ぐらいですね。フライパンによってはね、火の当たり具合が変わってくるので、火が弱い部分はね、このようにね、フライパンをずらしながら均一にね、熱を当てていただくといいかなと思います。この縁の部分が固まってきたら内側に折り込んでいきます。この時ね、形がぐちゃっとなっちゃっても大丈夫です。こんな感じで折り込んでいきます。固まるね、速度が違うと思うので、固まってきた部分から折り込んでみてください。火加減が強くなってきたら火加減弱火ぐらいにして大丈夫です。このフライパン上でだいたい食パンの大きさに合わせて卵の形を形作っていきます。ポイントはですね、半熟状態で形作ることですね。あとはゴムベラで形を整えます。はい、このように形を整えてください。そしたら一度ね、火加減中火にして底の部分を一度しっかり焼いてください。焼けたら火を止めます。だいたい30秒ぐらいね、焼いていただければ大丈夫です。そしたら一度このまま蓋をして、この表面のね、ちょっとまだプルッとしている部分を固めていきます。半熟にしたい場合はね、このまま使っていただいても OK です。だいたい1分ほどですね、火を止めた状態で蓋をしてください。はい、1分経ちました。このようにね、プルプルトロトロに仕上がってます。そしたらこちらをね、フライパンから取り出します。もししっかり片面がお好きな方はこちらを裏返して片面も焼いてみてください。それではまな板にラップを敷いて、その上に食パン1枚置いてください。ケチャップの方でもマヨネーズの方でもどちらでも OK です。そしたらこちらの卵を上にのせます。このようにスライドさせてのせてみてください。こんな感じです。そして上にパンをのせましょう。軽く押さえます。軽く押さえたら、あとはですね、ラップできつめにくるんでいきます。キュッとね、きつめにくるんでください。反対側からもきつめにくるみます。はい、OK です。このようにね、くるんでください。そしたらですね、このまま10分ほどなじませます。はい、10分経ちました。そしたらですね、こちらを半分に切っていくんですが、今回はね、クッキングシートで包む方法もご紹介していきます。まずですね、このクッキングシートを切っていただいて、今回このように横に切るんですけれども、横に対して縦になるように、このようにクッキングシートを包んでください。そしたらこのね、上の方を合わせて、そしてだいたい1センチ幅ぐらいで、このように折りたたんでいきます。一回折り込んで、そしてまた折り込んで、また折り込んで、3、4回ぐらいね、折り込んでいただくかなと思います。そしてピタッとさせましょう。はい、このようにね、きつくしてください。そしたら今度はこちら側ですね。この両端をまず内側に折り込みます。そしてこのように三角にしてください。あとはまずね、この上の部分を折り込みます。そしたら下の部分を折り込んで、この折り込んだ先の部分をこの折った部分に入れ込みます。はい、こんな感じです。このように入れ込んでください。そしたら反対側も同じように、まず内側に折り込んで三角を作って上から折り込みます。そして下の部分をこのようにパタッと折り込んで、この折り込んだ部分に入れ込みます。
これでしっかりね両端を留めてください。そしたらこちらを半分に切ります。はい、では開けます。オープン。このようにね卵はふわとろで美味しそうに仕上がってます。紙で包むことでねおしゃれな仕上がりになります。これで完成です。はい、これで卵サンドの完成です。こんな感じに仕上がりました。卵はですね、このようにちょっと半熟でふわっとした仕上がりになってます。今回はこのように半分に切ったんですが、耳を切り落として対角線上に切って三角のサンドイッチにしても可愛いと思います。こちらはお好みでやってみてください。卵はね、このようにふわとろに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ラップはね一緒に食べないように注意してください。ではいただきます。もうね卵がすっごくふわふわです。すっごくね柔らかい仕上がりになってます。そして味もね少し甘みがあってすごく美味しいです。白だしがねすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の卵サンドのポイントです。まず卵なんですが、今回 L サイズの卵を使用してます。L サイズがない場合は M サイズでも OK です。そして今回卵の卵液の中にマヨネーズを加えました。このマヨネーズを加えるときはですね、必ず卵液で少しずつ溶いて伸ばしてから合わせるようにしてください。そのまま加えてしまうとダマになってしまいますので注意していただけたらと思います。このマヨネーズなんですけれども、卵の中に入れていただくととてもふわふわの食感に仕上がります。さらに卵の色味も鮮やかになります。そしてあとですね、卵液の中にお水も加えてます。水を加えることで卵のタンパク質が緩まってその分柔らかい仕上がりにすることができます。そして今回味付けは白だしとお砂糖で行ってます。こちらの味の濃さなどに関しましてはお好みで調整してください。そして焼く時のポイントです。今回は直径24センチのフライパンを使って焼いてます。そして焼く時に関しましてはサラダ油を使ってますが、ちょっとコクが欲しい場合はバターを使っていただいても OK です。そして焼く時に関しましてはフライパンを軽く温めて卵液を入れて、卵液を入れたら固まってきた部分からよく混ぜてください。そして半熟の卵をまず作ります。ある程度半熟になったら全体に卵を広げて、そのまま底の部分を一度固めてください。そして固まってきた部分から内側に折り込んで、大体で大丈夫なので食パンぐらいの大きさに形を整えてください。そして形が整ったら火を止めて、あとは蓋をして余熱で仕上げてください。もし半熟が気になる場合は裏返して片面も焼いていただいて OK です。そして今回ですね、食パンの内側にケチャップソースとあとはからしマヨネーズを塗ってます。こちらを塗っていただくことで具材の水分が食パンに染み込みにくくなります。こちらはですね、今回2種類のソースを使ったんですが、こちらはねバターなどで代用していただいても OK です。2つのソースを塗ると結構味が濃いめになりますので、薄味が好きでね卵の味を引き立たせたい場合はバターを塗っていただくのがおすすめです。そして卵をサンドしたらその後はきつめにラップでくるんで10分ほどなじませてください。そうすることで食パンと卵がしっかりなじんでくれます。そして今回はですね、紙で包むちょっとおしゃれなやり方もご紹介しました。こちらもね簡単にできますので、ちょっとおしゃれにしたい時はぜひやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は卵サンドを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。